皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢、天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから伊手座さんの10月と11月、12月を解説させていただきます。まず10月なんですが、10月は新しい人たちと集ったり、仲間と集ったり、または新しい可能性が見えてくるような1ヶ月です。特に10月5日以降はなぜか1対1ではなくて何かのグループやサークルやコミュニティに所属したりとか、そういった人たちと関わる、今まで自分が関わってなかった人たちと関わったり、みんなで何かをするという機会に恵まれたり、同じ志を持つ人たちとつながりやすい1ヶ月なんですね。そして10月9日以降は社交運が出てくる、社会が明るくなるっていう時でもありますので、なんとなく外に出てみたいなとか、いろんな人と関わってみたいな、あの人の話聞いてみたいなみたいな形で外での活動が楽しくなってくると思います。さらには、ちょっとね先の話になるんですが、来年1月に、より一層自分のコミュニケーション能力が鍛えられるっていうのがあるので、それまでは少しもしかして自分の考えて合ってるのかなとか、今の自分の思ってることってどうなのかなみたいな、少し自分を疑う気持ちがあったとしても、それが10月11日以降ちょっとずつもう本当に1ミリずつ整ってくるっていう感じがあります。これはまだ完全にね入ってしまうのは来年の1月末ぐらいになるので、それまではまだ少し自分の凝り固まった考えがあったり、価値にしがみついたり、過去のね価値にしがみついたり、なんだか自分に本当に OK を出しづらいみたいなのがあるかもしれないんですけども、ここは本当に経験とともに一つずつ積み上げられていくと思ってください。そして10月12日以降っていうのは、人と争うエネルギーというものがものすごく少なくなるんですね。協力していこうとか、何か新しい可能性を一緒に見つけていこうっていう流れなので、誰かと対立したりとか、それは違うみたいな反発するエネルギーというのがすごく低くなってくると思います。でこの何かが低くなってくるエネルギーの時に、なんだか自分のバイタリティも下がってきたのかなって思いがちなんですけれども、これは流れにうまく同調していると思っておいてください。そして10月15日が金環日食になります。この日食っていうのは、次の日食まで影響があると言われているので、次2024年の春4月にあるんですね。日食が約半年間、10月から4月までの半年間のテーマとして、い手座の皆さんにとっては新しい可能性、自分にとっての新しい世界観みたいなものを見ていくこの半年になりそうなんですね。でそれが特にこの10月15日前後っていうのが、いろんな人と関わったり、今まで関わってなかったグループとかそのコミュニティとかと関わることによって新しい世界が見えてくる。それによって刺激をもらって、私はこう生きたいかもしれないっていうね、次の自分の進むべき道みたいなヒントが得られそうなんですよね。で日食っていうのは新月のさらに強いバージョンと思ってもらったらいいので、新月の時に願いを意図するとそのようなレールが引かれるというか、意図した通りになっていきやすいっていうのがあるので、特にこの10月っていうのは伊手座の皆さんにとっては、これから先どうなるのかなっていう、来年どうしようかなっていう思ってる方にとっては本当最適な、自分にとって最適な道が見つかるっていうふうに意図していただくと本当にそうなっていくと思います。中にはね、学生の方でこれから就職どうしようかなっていう迷ってらっしゃる方とか、または転職したいんだけどどの方面に転職できるかなとか、または引退した後にどうしようかなと思ってらっしゃる方、全ての方にこれからの未来、自分が作っていく未来に可能性があるよっていうことを発見できる、またはそんな可能性をちょっと見出せるのが10月っていうことなんですね。特に10月の15日前後が強いんですけれども、10月24日以降っていうのは少し見えない世界に入っていくというか、言うならば自我が弱くなるっていう言い方もできるかもしれないですね。
先ほど言ったちょっとその誰かに抵抗していくとか戦っていく力っていうのも少し低下しますし、自分がこうしたいんだっていう自分のわがままのような強い意志っていうのも少し低下しやすいので、本来はですけれども、本来この10月末ぐらいのエネルギーっていうのはすごくこうバイタリティとか強い意志みたいなので切り開いていける星座の方が多いんですが、いて座の皆さんにとってはそのバイタリティというものを現実世界の何かの成果を上げるために使うのではなく、こう将来の道につながる可能性を掘っていくみたいな形でちょっと見えない世界の話になってしまうんですよね。だからエネルギーの調整をするっていう時期になります。例えばこの新しい全く未知の世界とか新しい可能性が見えてくるっていうのは、自分の考えももちろん新しくなるし、考えだけじゃなくてもしかしたら自分の体も細胞も波動も新しくならないとそれらをキャッチできないかもしれないので、そういった見えないものをちゃんとキャッチできるような自分になっていく、波動調整されていく時期と捉えてもいいんじゃないでしょうか。ですから現実世界、見える世界で起こっていることっていうのはあまり変わってないと思ったり、なんかうまくいってないなんてご自身では思ったとしても、進んでないと思ったとしても、実は自分自身の五感もそうなんですけど、感覚とか価値とかの細胞一つからして波動も全部変わりつつある時なので、それが10月24日から11月の前半っていうのは馴染んでいく、自分が何かいい形に変容していってる、その間頭はちょっと働かないみたいな、こうエゴが低くなるっていうか、エゴが少なくなってこう同調していく、うまく整えられていく、癒されていくっていうような流れです。ただですね、今年の後半のテーマとかもしくは来年の前半もあるんですけど、やっぱり日常生活を整えていくとか、何よりも2023年のいて座の皆さんにとって大きなテーマっていうのは、見えない努力が可能性の基盤を作るっていう時なので、やはりこう現実を作っていく努力をしていかなきゃいけないし、日常はやることいっぱいあるし雑務いっぱいあるしっていう状態の方が多いと思うんですね。それはそれでやはりこなしていただきたいんですけれども、ただ10月24日以降っていうのはなんか急に眠たくなったりとか、よく寝るなとか、あんまり考えられないなみたいな形になるかもしれません。でもそれはそれだけ現実をしっかり生きてるからこそ、やることをやってるからこそバランスを取るようにゆっくり休むとか、何か見えないこう無理して突き進めていく力、余計なねエゴのパワーでやっていくとかではなく、本来のこれから見ていく新しい世界に同調していくための波動調整が行われている時期だと捉えて穏やかに過ごしてみてください。この10月24日以降はですね。またはちょっと違う可能性として、普段の自分と違う自分を楽しめるっていうのもあります。例えば普段がどこか会社にお勤めされていて、ものすごく真面目にきっちりお仕事されているとしたら、この10月24日から11月22日の間はもう家に帰ったら全く別人格になるみたいな形で、こう全然違う自分を楽しむとか、長期でお休みいただいてその期間どこかに行ってリゾートとかどこかで全く普段と違う生活をするとか、または別にまとまったお休みじゃなかったとしても、休みの時に森林浴に行ったりとか、海に行ったり神社に行ったり、そういったこういい波動を浴びることをして自分を整える、全く違う世界に自分の身を置くっていうことをして整える方もいらっしゃるかもしれません。ですので11月っていうのは、11月の22日までの前半っていうのが少しなんかこう見えないものの中で癒され整える1ヶ月なんです、11月は。その中でも11月13日が蠍座で起こる新月なんですが、この新月もね、願いが届くみたいな感じの時で、強く願う、強く意図することによってその願いが遠くまで届いていくみたいな、深く遠くまで届いていく、時空を超えてその思いがまた今の自分に返ってくるみたいなね、そんな感じがあるので、ちょっとスピリチュアルな感覚が強くなったりとか、もっとご自身が目の前のことや利益損得だけじゃない感覚の方に自分がシフトしていきやすいタイミングだと思ってください。そして11月24日から火星というバイタリティがいて座に入ってくるんですね。なので、10月24日から11月22日までっていうのは少し見えないものに価値よく波動調整されていく。
そしてなんとなく自分のエゴ、こうしたいという欲求もちょっと低くなるかもしれない。だけれどもその間に十分整えたら、十分休んだら、11月24日からもう一回走りますみたいな、すごくバイタリティが上がって体力が上がります。何か挑戦したくなる。ここまで11月24日までなんか寝かせたこととか温めたことをここで頑張りたくなるっていう、すごくパワフルなエネルギーとして使えますので、ぜひいかようにでも活かしてください。そしてその次11月27日が、双子座で起こる満月なんですが、この満月っていうのはすごくパートナーシップに影響します。で特にこの11月24日以降ですね、自分自身に力がある、自分にそのパワーがあるっていう、そういう時なので、27日の満月っていうのもすごいもうパワーがみなぎって、こう私ならできるみたいな強い自信につながるかもしれませんし、何かを挑戦していこうというね、後ろから風が吹いてくる、後ろから応援されてるよっていうことを感じるかもしれません。で願うなら、それに対しての協力者やパートナーっていうのは出てきやすい時になります。人に対しての欲求がもしかしたらこの辺からもう一回復活してくるかもしれないですね。そして12月はとてもパワフルな自分を輝かせる1ヶ月になります。何かが完成するみたいな感じですね。これは11月22日以降、太陽がいて座に戻ってくるので、非常に自分が自分らしく新しい自分になるといういいタイミングなんですけれども、特にこの時火星というさっきのバイタリティっていうのも24日以降いて座さんを応援しているので、もう光とバイタリティが自分にあるって思ったら、そのエネルギーをどこに向けたいですか、何をしたいですかっていうのがもうどれでもどうぞっていう状態なんですね。ですので、もしかしたらその10月に考えたこと、自分が新しい可能性見たいなって、こっちの方向行きたいなって思ったことに対して具体的に着手するとか、そっちの方向に動き出すっていうこともありえます。または10月はまだぼんやりしてて見えなかったことが、この11月の末ぐらいから自分が活性して元気になって動いていくうちに、どんどんそれをリアルに感じ始める。あ、次はこっちの方向じゃないのかな、こうしたいんじゃない私っていうことを感じ始めるっていうこともあります。さらに12月13日がね、いて座で起こる新月なので、この時っていうのは本当に方向性が決まる。方向性10月に決めてる方はもうこれだみたいな形でもう一歩踏み出してるということもあるでしょうし、何か2024年のね決め事をこの13日の新月あたりにするんじゃないかなと思います。たまたまこの12月13日同じ日から彗星が逆行しますので、ちょっと計画はねまだ変更になったりとか、決めたことのがなかなかスムーズに進まないみたいなことあるかもしれませんが、でもそれは1月2日までなんです。年末は少しちょっとやり取りがやりにくいなっていうことはあるかもしれない、その程度だと思っておいてください。ただ余裕と確認を持って対処すれば問題はないです。ですのでまとめると、10月は新しい方向性や新しい人たち、可能性という扉が見えてくる。そして11月っていうのはそれにふさわしい自分になるための波動調整をする時、もしくは体を休めて準備をする時、整える時。そして12月っていうのはバイタリティがアップしてスタートできる、整う、完成するみたいな、何かを成し遂げるみたいな、とってもパワフルなエネルギーがあります。で例えばこの2023年っていうのは、前半はねなんかチャレンジだったと思うんですね。そして後半は現実世界でしっかり努力していかなくちゃみたいな、日常をちゃんと作っていかなくちゃっていうね、本当に努力しましょうねっていう根底を整える時期だったんですけど、もし今本当に何をしたらいいか分かりませんっていう方もですね、実は10月に感じたこと、人と話したこと、関わったことっていうのがきっかけで何かが見えてくる。そして11月はちょっとお休みなんで不思議な期間として整えてほしいんですけど、12月っていうのはものすごくこう光とエネルギーが一座に集まっているということで、何か感じるはずなんですね、やりたいこととかで。何にも分かりませんっていう方も必ずその時点で、今いる時点でやらなければいけないこと、義務、役割っていうものが必ずあると思うので、じゃあまずそこからやってみましょうということで手がけていくと、それがつながっていくっていうのもあります。そして来年の1月の末ぐらいにはですね、またコミュニケーションとか自分の考えっていうのも変わりそうなエネルギーがあるので、何かこの12月に
決めたこと、よしこうするぞって思ったことがもうすぐ1月から変化っていう風に出ることもあるかと思います。すごくパワフルですよね。ちょっとこの星の動きを踏まえてタロットも見させてください。すごいね。すごいすぎません？カップエースにストレングスですよ。